はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、これはどういうことかというと、SEC 職員ではない誰かが、リップルや XRP がハウェイテストを満たさないとコメントし、そのコメントがヒンマンメールに含まれているということですということで、また集団訴訟弁護士のジョン・ディートさんがですね、運営されている、クリプトローの方からですね、メディアの方からYouTube ライブの方で放送の方ありましたので、今回ですね、僕の方で、翻訳しましたので、そちらの方ですね、共有の方をしていきたいと思います。前回ですね、ヒンマンの電子メールの黒塗りしているですね、文章の中から、有力なね、情報があるということで、ジョン・ディートさんの方、共有の方をしてくださったんですけども、その内容についてですね、詳細について、またですね、コメントのしてくださいました。で、そちらの方ですね、見ていきたいと思います。このようにですね、YouTube の方で、ライブの方で放送のされてます。で、今回ですね、ちょっと分かりにくい部分とかもありましたので、そちらの方は飛ばしておりますので、今回の動画の概要欄の方に、今回の動画のね、僕の動画の概要欄の方に、こちらのね、本編の方、リンク載せておりますので、気になる方はこちらクリックしていただいてですね、前編の方を見てください。はい、ではですね、内容の方を見ていきたいと思います。トーレス判事は、ヒンマンの電子メール、スピーチ原稿、およびこれらすべての SEC 職員間のコメントを非公開にすることはできず、非常に限定された再編集で公開しなければならないと命じましたと、一般公開ね。6月13日はもしかしたらその日かもしれませんと。で、ヒンマンが言ったこと、アメリカのバレリー S が言ったこと、事務局が言ったことなど、このスピーチに関連したコメントには赤い線が引かれていますと、6月13日に公開される予定ですと。で、そしてですね、リップルはこれを封印解除するために1週間の延長に同意したのか、それに対するなぜ同意したのか、それに対する私のコメントはこうですということで、6月6日までにね、公開しなければならなかったんですけども、SEC の方がね、1週間延長させてくださいっていうことでね、書面を出したんですよね。これはもう承認されておりますので、6月13日になったといった経緯があります。で、SEC が裁判官に書面を提出したからといって、SEC による控訴や、マンダマスのようなことはないと思いますと。要はこれが上訴されることはないと、1週間後にね。つまり、これはね、裁判官さん、あなたの命令に従うことを確認するために1週間延長する必要がありますと。これは SEC の意見ですね。裁判官に対してこのようなことを言って、その後すぐに書面を提出したり、異議を申し立てたり、そのようなことをするのかどうかは、私はとても疑問視していますと。だから本来であれば、このね、命令が出た時点でもうすぐにね、上告して、それはできないというふうに言わないで、1週間延長させてくださいって言ってるから、1週間後にね、延長した上でまた上訴ってことはなりにくいって考えてるんでしょうね。で、要するに、私たちはこれから一般公開として文章をヒンマンの電子メールが含まれている文章を見ることになるわけですと。で、SEC 関係者のメール、これが今回です。ジョン・ディートさんの方が発見したですね、文章になります。もしこれに SEC に勤めていない人がメール連絡帳にいたら、その時点で原告依頼者秘匿特権を主張することはできなかったですと。できなかったはずですと。守秘義務も主張することはできなかったでしょうと。だから、SEC 以外の第三者の人がね、メール連絡簿にいたんであれば、これは守秘義務ですよということはね、過去に主張することはできなかったはずですので、これは SEC 関係者の人たちが含まれているメールですよと。で、これがその電子メールですと。まず、私が以前出した、脚注から話を始めましょうと。この220ってところですね。引用資料220で、脚注とリップル社の反論、準備書面の中にあり、基本的に脚注の一番下にはこう書かれていますと。基本的には SEC の電子メールを引用していると書かれていますと。こちらその資料ですね。で、その下を見ると、脚注とその次の脚注の下に再編集があり、ちょっと複雑なんですけどね。SEC の電子メールも引用されていますと。
しかし編集されていないのは、黒塗りされていないのは、XRP はハウェイ分析の全ての要素を満たしておらず、したがって連邦安全保障法の目的のためのセキュリティではない、と結論付ける合理的な根拠があると誰かが言ったということですと。ここに関しては黒塗りされてませんと。そこで、脚注を読むために前のページをバックアップし読みに行きたいと思いますと。で、その前のページのファイルには脚注があり、その引用文には、リップル社から独立した他の市場参加者が SEC から独立して分析し、評判のいい法律事務所が作成して、XRP は証券ではないと結論付けていますと。脚注33をご覧ください。その下を見ると別のサイトがあり SEC-LIT プロダクションと書かれていますと。これはヒンマンのメールのものではなく、この人物が言ったことについて書かれていますと。で、ビットコインと XRP や証券法に支配されるべきではないと言ったことのあるマネージャーについても書かれていますと。そしてこれはどういうことかというと、SEC 職員ではない誰かがリップルや XRP がハウェイテストを満たさないとコメントし、そのコメントがヒンマンメールに含まれているということです。ちょっとね、複雑にね、難しいところもあるかと思いますが、要はね、XRP が有価証券ではないっていうことが、コメントされているもの自体がヒンマンメールに含まれているという、重要な証拠がそこにあると。つまり、SEC の職員が転送したか、リップル社から独立したこの他の人物が言ったことを引用してこのスピーチについて議論していたように思われますと。この記念すべきスピーチを期待しましょうと。で、2018年6月13日に開催された XRP を扱ったものですと。つまり5月21日から5月中旬から6月13日の間にこのスピーチが起草され作成され、様々な人がコメントしているのと同時に SEC の弁護士、執行弁護士が XRP を処理していたようですと。だから XRP についてね、いろいろ議論していたようです、そこでね。で、これをさらに補足すると、おそらく XRP はこれら全てのコメントのどこかで言及されていたのでしょうと。だからこの第三章の意見とかを取り上げてですね、この期間にその執行弁護士たちが XRP について語っていたようですと。で、その文章っていうのも含まれているんではないかということですね。で、裁判官は SEC の弁護士たちは偽善者であり、法律に対する忠実な忠誠心を書いていると述べていますと。これはトーレス判事じゃなくて、その前のサラ・ネットバーン判事でしたかね。そういった過去でコメントの裁判官のされています。で、さて、2週間後の話ですが、6月13日は火曜日で、ヒンマン文書が公開される日ですと。水曜日には時間をいただき、星の数のパネルを持参して、そのメールの内容を確認する予定ですと。楽しみにしていてください。それでは皆さん、良い1週間をということで、水曜日には時間をたっぷりとってですね、この星の数のパネルっていうのは何かお祝い事する、なんかパネルかなんかですかね。じっくりそこを鑑賞する予定ですと。だから、ジョン・ディートンさんがですね、またその後にですね、詳しい詳細っていうのをまた共有の方をしてくれるかと思いますが、また僕の方でもね、追ってですね、また情報の更新の方ありましたら共有の方をしていきたいと思います。いずれにしろですね、略式判決で勝つといったところがね、最終目標になるかと思いますが、その、途中にあるね、ヒンマン電子メール、ここにリップル社にとって重要な情報が隠されているんではないかというところでね、過去盛り上がっている情報になりますので、6月13日いっぱい公開されてはですね、また僕の方でね、情報の方、共有の方をしていきたいと思います。ということで、ですね、YouTube ライブの方で、ジョン・ディートンさんを補足としてですね、共有の方をしてくださいましたので、僕の方でまとめさせていただきました。ということでですね、僕の方で今、リップル関連、SEC 関連、フレアネットワークス関連、ソルネニック関連、コアリム関連、イヌス関連ですね、すべて、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画もですね、見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄概要欄の方に、僕の公式 LINE のリンク貼っておきますので、何か気になる点とかですね、知りたいことと何かわからないこととございましたら、そちらからご連絡いただきましたら、僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE
の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。